アメリカはロサンゼルスに来ております。4日間のトータルでプラス9860ドルということで、50ドル、100ドル。Yeah, he has to get the board. Oh, good. To win baccarat chip. Uh-oh. めちゃくちゃ勝ちましたね、これ。28,624ドル勝ちということで、すごい本当に調子よかった。もっともっと高みまで登っていきたいですね。いや、やる気出たわ、明日からのハイステークスポーカーも。おはようございます。ロサンゼルス、わずか5日間ですけども、配信宅とキャッシュゲームの旅を終えまして、昨日ちょっと寝る前にも3、4時間ぐらいキャッシュゲームをプレイしたんですけども、ちょっと負けてしまいまして、トータルの収支がですね、5日間でプラス35,552ドル勝ちということで、めっちゃ勝ちましたね。1日100万円ペースでしっかり勝ち切ることができまして、これからですね、ラスベガスの方に向かっていこうと思います。ラスベガスにはトータル4日間滞在しようというふうに思っておりまして、今日から一応ハイステークスポーカーの撮影は始まってるらしくてですね、明日、明後日が、僕にとっての本番日ということになっております。現地にですね、ポーカー友達たくさん住んでおりますので、ご飯に行ったりとかしながら、ポーカーもちょっとやれたらやろうかなと思ってます。今日から3日間がまさに本当の意味での本番だと思いますので、ここで勝たなきゃ、今日まで勝ったこの35,000ドルなんてたかだかね、ハイステークスポーカー200、400ですからね、90BB ですぐなくなっちゃいますので、気合い入れて頑張っていきたいと思います。というわけで、まずはラスベガスに向かっていきましょう。というわけで、ラスベガスに向かおうと思ったんですけど、渋滞がマジでやばくて、飛行機をミスしてしまったんですね。ロサンゼルスからラスベガスまでの飛行機って、値段もそんな高くないんですよ、言うて。1万円ちょっとぐらいで行けることがほとんどで、しかも便数もめっちゃ多いんですよ。もう最悪ね、ミスしても、変えてくれるんですよ、違う飛行機にね、すぐ。今日特に急いでるわけでもないし、ミスしちゃったら次のやつ乗り換えりゃいいやぐらいな感じで、悠長な感じで空港に行ったんですよ。そしたら案の定に15分ぐらいちょっと間に合わなくて、飛行機を変えてくれって話をしたら、いやもう今日は夕方まで飛行機がもう空いてないって言われて、それはもうじゃあしょうがないからもう取り直すしかない。もったいないけどね、取り直すかと思って Google で調べたら、めっちゃ高くて、どの飛行機もエコノミーなのに、なんか一番高いのアメリカンエアで30万とかの飛行機あって、一番安いのどれかなって思って調べてて、そしたら12時発のやつがあったんですよ。もともと僕の飛行機が10時半ぐらいで、1時間半後だったらこれが一番いいわと思って、値段もね6万円だったんですよ。15,000円の4倍ぐらいするんで、もう4倍かーって思いながらも、背に腹は変えられねえなと思って予約したらですね、こっからがちょっと事件なんですよ。乗り場を探したらここじゃないって言われて、でタクシーを使って行けって言われたんですよ。はぁみたいな。ターミナル1、ターミナル2、ターミナル3、ターミナル5ってこれいろいろあるんですよ、ターミナルがね。全部違うって言われて、ターミナル JSX に行けって言われたんですよ。何それと思って来たんですよ、これ。ターミナル JSX。これターミナルなんですよ、これ。どう見てもターミナルに見えなくないですか、これ。実はですね、この JSX っていうフライトはプライベートジェットのフライトらしいです。すごくないですか、プライベートジェット。というわけで、僕今から人生初プライベートジェットに乗ります。You can make room for everyone. Please enter. Oh, I can take. Hello. Wow. So cute. Thank you. 離陸しました。ただいま上空にいます。プライベートジェットは普通の民間のジェットよりも高度が低いところを飛ばなきゃいけないらしくて、景色がめっちゃ綺麗なんですよね。ちょっとこれはね、怖いですね。すごい揺れるし、やっぱちっちゃいから。ほら見て見て、うわー傾いてる。怖いんですよ、結構。すごいことがあって、見てください。 Wi-Fi 速度テストなんですけど、これ結構速いんですよ、本当にスピードが。だから、頑張れば YouTube とか見れるんじゃないかな。ほら YouTube 見れるんですよ、普通に。なんで普段の横さは開いちゃったか分かんないですけど、 YouTube 見れるのすごくない？こうやって早送りもできる。ほら見て見て見て、めっちゃ速い。すごくない？スターリンクっていうイーロン・マスクがやってる Wi-Fi の会社があるんですけど、飛行機の上でも YouTube が見れるっていうのですごい有名っていうのはね、聞いてたんですけど、なんとこれスターリンクなんですよ。これはかなり衝撃です。飛行機の上で YouTube 見れるのすごいな、マジで。到着しました、ラスベガス。いつもと全然違う光景ですね。ラスベガスの空港といえば、着いたらスロットマシンがあってっていうのがおなじみの
光景だったかと思うんですけども、今回はこの何もない砂漠のど真ん中みたいなところに降ろされました。いやー、セミプライベートジェットちょっと面白かったっすね。結論高いっすねちょっと4万円ぐらいやったらいいかなって感じ。6万円ちょっと高すぎるな。良かったポイントとしてやっぱり早い。とにかく空港着いてからその飛行機乗るまでの時間がもうめっちゃ早いし、降りてからもめっちゃ早い。ほら荷物が普通だったら荷物を待たなきゃいけない時間があると思うんですけど、その時間が全くないんで、タイムイズマニーな人は結構いいかもしれないですね。1時間近く得してるかもしれないですね、時間っていう意味で言うと。で、あとは全席コンセントもついてて、飲み物とかお菓子も一応タダでもらえて、良いは良いと思います。非常に人生経験になったということで。というわけでベガスなんですけど、横澤チャンネルおなじみのですね、ジェフェリーノがラスベガスで僕を待っておりますので、ジェフェリーノと一緒にランチをね食べに行こうかと思います。腹が減ってはポーカーができぬ。行ってみよう。ジェフェリーノ。Oh my god. How's it going? Good, good. How's your flight, High Roller? Yeah. Oh, you filmed the flight too? Yes, of course. Oh Yes, my I God. did. Oh, you changed your glasses? You know, I've been to Vegas. I just played Bellagio. Only one person, a dealer, recognized. You're the second person so far. I got these in Japan. My friend said they were terrible. Like my old glasses. It's good. No, the old glasses. Okay. So they forced better, me yeah. to go to a store. Yeah, and it's they better, got for bigger sure. ones for my face. Yeah, because it's my better. face is bigger. I know. Were the games fun? Yeah, well, it's. I didn't get to watch everything. I won 3 days in a row. All 3 sessions. Yeah, all 3 sessions. Yo, yeah, shit. yeah. It's very weird. Like I met you in Japan too often, so. Yeah. I don't miss you enough yet. So, you gonna order tonkotsu? Yeah, I'll get tonkatsu. Oh, I've been learning some more Japanese on Duolingo. Oh yeah. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Nice to meet you. dozo yoroshiku. Bengoshi is lawyer. Gakusei is student. Yasashi is nice. Wow. Kakoi is cool. Wow, you learned a lot. I'm trying to impress you. Nice. Bengoshi. But I never need it. I know. Yeah, I know. Ramen is coming. Ramen is coming. Ebisu ramen. Looks good. And tonkotsu ramen. And gyoza. Okay, let's Back in see. Japan. Back in Japan, yes. いただきます。Itadakimasu. It's good. うまっ。Oishi. 美味しい。あっさりめ。 Asarima? あっさり。What's that? It's not like heavy, light taste. No. というわけでごちそうさまでした。ホテルにチェックインしに行きたいと思います。Thank you, Jeff. アリアに到着しました。Masato's back. Yes. Back in Vegas. Back in Vegas. Should be fun. I like Aria. Aria is very good. Yes. But the shower is the best part. Oh yeah? Yeah, the tub and the shower. Okay. So you turn on the shower, you get in the tub, you take a shower in the tub, and then you shower, and then you're done. Okay, it's very good. I will do it. I will do it. I'll see you, buddy. Yeah. Welcome to Las Vegas. Oh yeah. See luck. See you very soon. Yeah. Don't let me down. Okay. Of kill course. Yeah. Oh, come on. Alright, Oh, see you don't give me the 20,000. Yeah. そうなんですよ皆さん。実はですね、すごい重要なことを忘れてました僕。ジェフから2万ドルもらいました。 Good luck. Good luck. Thanks. He's gonna crush the stream. Yes. そうなんですよ。話し忘れてました。今回200、400打つわけじゃないですか僕。とんでもハイステークスですよ。いくらね最近ねハイレート打つようになったからとはいえ、200、400はちょっち僕には荷が重すぎるっていうことでステーキングしてもらうことにしました。ステーキングっていうのはバーインを一部売るっていうことですね。投資を受けるみたいな感じですね、イメージとしては。今回の200、400はミニマムバーインが10万ドルなんですよ。最低でも1500万持ってないと座れないっていうすごいテーブルなんですけど、今回の旅僕は10万ドルちょっとぐらい持ってきてるんですね。ステーキングで半分負担してもらおうということで、ラスベガスにね住んでるジェフェリーノとかココとかアランとかですね、横澤ラスベガスフレンズ、ポーカープロの友達にハイステークスポーカー打つんだけど 10% を2万ドルで買わないかっていう風に、連絡したらみんな速攻でその日のうちに OK って帰ってきて、横澤にですね元気玉で2万ドル集めてくれたんですよ。すごくないですか？一晩で10万ドル集まりました。今回の200、400はちょっと高すぎるので、ここでね前段打ち尽くして WSOP トナメ出れないとかなっちゃったらちょっと本末転倒なんで、10万ドル僕のお金、10万ドルはみんなのお金をプレイするという作戦でいこうと思います。みんなのお金も預かってるわけなんで、いつも以上に気合い入れて勝たなきゃいけないですね。というわけでアリアにチェックインしていきましょう。いやーどんな感じでしょうか。おお、自動で開くよね。これアリア名物ですね。これ部屋に着くとすごい最高の景色が見れるっていうね。いいですね、悪くないですね。
高いのよ、アリア。立地も最高だし、比較的、ベガスのホテルの中では、新しい方のホテルっていうのもあって、ちなみにこちらの部屋のお値段なんですけど、4泊で、わーお。約1300ドルです。高すぎん ?20 万超え ?4 泊で1泊5万以上。4泊20万円はセレブですよ。綺麗なんですよね。うわー、これ。ほら、バスタブがあるんですよ。これでかいね。ラスベガスのホテルでバスタブついてる場所、ほんと珍しいんですよ。アリアにはついてるんですね。これいいですね。でシャワーもなんか勢い強いって言ってたんだよ、なんかね。確かに、水圧丸。何回か泊まったことあるんですけど、やっぱりいいホテル。というわけで、4泊20万もするっていう話をしたんですけど、今回もなんと僕、1円も払ってません。バク。すごいよね、本当に。今回全部ね、ポーカー GO さんがホテル代も出していただいたということで、なんと、ここに来る前泊まってたロサンゼルスも、コマースが僕の部屋代を全部負担してくれていて、今回の旅、僕ホテル代1円も払ってません。素晴らしい。今回の旅は、なんかすごいですね。ジェフにもさっき、ちょっとからかわれたんですけど、セミプライベートジェットで、ホテルはアリア、そして僕が明日プレイするステークスは、200ドル、400ドル。なんかポーカードリームって感じですね。ついにここまで来たかって感じがしますけど、ここで勝つかどうかですよね。負けたらね、ここまでコツコツね、稼いできたお金がなくなっちゃうかもしれないんで、本当に気合い入れでやっていかなきゃいけないなと思います。今日もちょっとぐらいポーカーしたいなとは思ってるんですけど、まだ昼過ぎでテーブルも立ってないので、夜になってテーブルが立ってればキャッシュゲーム、立ってなければ明日に備えてゆっくりしようかなというふうに思います。200絶対勝ちましょう。というわけで、昨日はですね、到着してキャッシュゲーム打とうと思って一応ウェイティングリストに名前を入れてたんですけど、なんと勝ちませんでした。なので僕はというとですね、ハイステークスポーカーに向けてですね、予習をしておこうかなというふうに思いまして、過去のハイステークスポーカーの映像をちょっと見たりとかして、ちょっとイメトレしてました。一言で言うと、カオス。配信卓ってやっぱ激しくなりがちで、見てる人がやっぱね、すごい言うわけですよ。お前このハンド降りんのかよみたいなこととか。なんで結構やっぱプレイヤーもみんな派手なプレイにこうなりがちなんですよね。なんで、ハイステークスポーカーは特にやばいかもしれないですね。まず生き残れるかどうかが心配というレベルになってます。僕とは違うレベルの金持ちたちがやっぱテーブルに座ってるんで、だって聞いてください。これ衝撃だったんですけど、部屋にね、フィジーウォーターがあったんですよ。で、喉乾いたから飲もうかなって思って、これ有料なんですよ。いくらなんだろうって思って、タブレットを見たらですね、26ドルって書いてありました。4000円です。やばくない？ 1 リットルの水に、4000円払える人たちが、座ってるんですよ、おそらく。僕は400円でもちょっと躊躇しますからね。なんで、お金の感覚が違うんで、そこは本当に気合い入れてやらないと勝てないかもしれないっていう風にちょっと今ね、思ってます。というわけで、早速、この後ですね、ポーカー GO スタジオに向かっていこうと思います。残念ながらなんですけど、ハイステークスポーカーの配信っていうのがですね、WSOP 終わった後になるらしいんですよ。生配信するわけじゃなくて、編集したやつが7月か8月ぐらいに公開されるっていうことなんで、残念ながら横沢チャンネルでもですね、ちょっとこのハイステークスポーカーの映像は使えないんですよ。申し訳ないことに。なんとかね、この出ることをね、動画にすること自体は OK ってギリギリ OK もらったんですけど、勝ち負けについては触れちゃいけないっていうルールがありますので、ちょっとここからはですね、後日の動画で公開させていただきたいと思います。結果はどうなるんでしょうか？ハイステークスポーカー、チャレンジしていきたいと思います。レッツ！ハイステークスポーカー？一番緊張してるかも、人生のポーカー史上。これがスタジオですね。これ1回の倍いいんですよ。信じられないんですよ。この人たちもっとます。おはようございます。というわけでですね、ハイステークスポーカーが終了しました。勝った負けたはちょっと言っちゃいけないって言われてるんですけど、めっちゃいい体験ができましたね。ポーカープレイヤーとしての大きな実績解除したみたいな、そんな気持ちですね。WSOP で45位になったりとか、トリトン出てみたりだとか、グローバルポーカーアワーズね、取らせてもらったりしたんですけど、それに次ぐ本当に大きな僕にとっての一つの節目になったかなというふうに思います。すごくいい体験になりました。というわけで、ハイステークスポーカー終わったんですけど、今日はですね、こちらシーザースパレスで大金持ちフレンドのアランですね、ご飯をおごってもらっておりました。はい、これがアランです。はい、アラン。Hello! アランに僕のハイステークスポーカーのアクションを 10% 買ってもらってたので、生産をしてました。今日はですね、ポーカーをしようと思っております。ラスベガス最終日なんでしっかりポーカーして、勝って、日本に帰りたいなと思って、ウィンで2040のキャッシュゲームが一択立ってるのが見えたんで、よし、今からウィンに行くわっていう話をしたら、アランが、そんなしょうもないものやってないで俺と一緒に来いって言って今、拉致られてます。ベラージオでミックスゲーム、1200ミックスゲームですね。ベラージオで一番一夫が集まる高級ルートですね。やるということで参加させてもらうことにしました。ミックスゲームやってからホールデムのゲームをしに行こうかなというふうに思っております。レッツゴーミックスゲーム。ミックスゲーム。
Oh yeah, so I have a question for you. Like I ask the same question to high stakes poker players. Don't you mind you pay $26 for one Fiji water in your room at the Aria Hotel? I know they don't charge you, but like if you have to pay $26 for one bottle of water, or like Fiji bottle of water, don't mind about it? I do not mind. Of course, yes. I don't mind at all because I say to myself, how much is the bottle in the store? $10? $10, yeah. So for $12 more or $15 more, if Okay. it was every day, Yeah, times, yes, but one time every week or whatever. Yeah. But in my room, I have my own refrigerator Mhm. and I keep my own water anyway. Yeah. But sometimes I run out and I grab the Fiji and I spend, whatever. Oh, they still charge you? Yeah, of course. What? I pay for everything. I pay for my room. そうなんです。アランはね、ベラージョに住んでるんですよ。やばくね？ベラージョのスイートルームに。You said how many years you living in the Bellagio? I think 10 years. 10 years. Wow. Still they charge the water. Yeah. How much is it? Like 26 same? I don't even know. I think 26. Yeah, it should be. I don't even look at my bill, to be honest. Yeah. Yeah. Now we pay $50 for parking. That's And true. I Yes. just paid $50 for parking at Caesars. It's just parking. Yeah, I knew it. Yes. You should better use Uber. You don't have to drive and you don't have to pay $50 for parking. It's okay. Thank It's you. all okay. Hello. Okay. Good? Yes. I'm gonna play a mixed game with Aaron. Okay. I'm going to be in Japan in July. Oh yeah? Yeah. Nice. というわけで、Bobby's Room. Hello. Hi, how are you? See what you like. Whoa, wonderful. I was just admiring your backpack there. Let me know how to play. Look at the game. Sorry. Okay, I will. Today's game lineup. I know Deuce 27 Triple Door Robo. I love this one. Right. Omaha Aerobetter. I'm very, very good. Pico, yeah, I can do it. Texas Hold'em, I love it. This is a quick, easy one to learn. That one's Okay. It's 4 cards. You want to make. I know, I have played it before, but I don't know how to play. But I don't know why people still play Ace-2-5 because Deuce 7 is way, way fun than Ace-2-5 because it's Really? too simple. This is more simple. Why? I don't know. I like It's just too simple. What's you know? wrong with simple? I want my girlfriend simple, not complicated. Some things are better simple. Okay. というわけで$5000チップを買いました。ハイレートの人しか座れない特別なボビーズルームでポーカーをします。いつでもやっぱこのボビーズルームでプレイするのは興奮しますね。特別なんですよこの部屋って。昔はここでプレイすることにどれだけ憧れたか。というわけで$5000バインでやっていきます。アランと一緒にミックスゲームプレイしていきます。Let's go. Let's go. Ah, it's the blue one. Oh, lace. I like this hand. That's a very good hand. That's a very good hand for this game. Rolled up? Rolled up. Oh my god. Oh yeah, like you know. Logos first. Okay, low card roll. Okay. Oh my gosh. Look this, look this. Hey! Look at this. Oh my god. False 5 again, yes. This is Late. White yards or somebody? I never heard that. Hunters that just push the table. We got take anybody. Check. For those guest service estimate. Oh, there we go. Double nuts. Yeah, double nuts, yes. That was a bad hand. お疲れ様です。というわけで100、200ミックスゲーム結局2時間ぐらいプレイしましてなんと勝つことができました。その額なんと$100。はい、$100勝ちました。まあそんなことはさておき本業に戻らなくちゃいけないということでキャッシュゲームで稼ぐためにラスベガスに来ておりますので今度はウィンに来ました。ここOh, you don't record it. I'm not in the mood. Why not? I'm not in the mood. You are not in the mood? I got a huge bad beat against Laurent. Okay, makes sense. But the rules were in dead. というわけでこれから、20、40ノーリミットホールデムですね。昨日まで打ってたレートの20分の1って考えるとめちゃくちゃ安いですね。
なんですけど、これをコツコツとやっていくことがポーカーで勝つには一番大事なんでね、やっぱ稼働時間ですね。結局ね、20ドル40ドルのレートでいくら買ったか分かんないね、この数年間で。これが僕の血となり肉となってるわけなんでね、頑張っていきましょう。レッツ1024。Queens and Ace Queen. Let's do お疲れ様です。というわけで最終セッションが終了しました。ただいま朝の3時です。8時間以上粘って打ちました。というのもですね、今回ハイステークスポーカーに出場したんですけど、メインチャンネルではね、今のところ動画公開まで使えないということで、なんとかしてやっぱ取れ高を残そうと頑張りました。見てる視聴者の方が、おー横澤いけーって熱くなれるようなハンドを少しでもお見せしたい、そんな気持ちで8時間頑張りました。何の成果も得られませんでした。取れ高になりそうな出来事が何も起こりませんでした。はい、大変申し訳ありませんでした。今日最終日はですね、8時間プレイしてマイナス7385ドルということで、結構負けちゃいましたね。なんですけど、トータル収支っていう意味で言うと、ハイステークスポーカーを除いた収支ですね。プラス28,167ドルということで、勝ちました。10日間で28,167ドル。だしね、今回何より本当に飛行機代ぐらいしかかかってないですね、本当に。ほぼお金使わなかったんで、経費全く使わずに28,167ドル買ったのは、本当にトリトンの負けをだいぶ取り戻せたんじゃないかなって気がします。WSOP 期間中もね、キャッシュゲームやること増えると思うので、感覚つかめてよかったなっていうのもありますね。来週の動画から WSOP 編開幕ということで、今回しかもですね、ある大物ゲスト、渡辺さんじゃないです、先に言っとくと。横澤チャンネル史上最も大物のあの方が WSOP に同行してくれるという予定に今なっておりまして、来週の動画激アツになるんじゃないかなというふうに思います。というわけで WSOP 前哨編のロサンゼルスとラスベガスは無事に勝ちで終えたということで、 WSOP でお会いしましょう。Right now. On the line, their drive, their perseverance, their rush to riches could be rewarded. 今年もやってまいりました。ワールドシリーズオブポーカー開幕です。今年の WSOP、新たな風を吹かせたいなと思っておりまして、ゲストを呼んでおります。どうぞ。横澤チャンネルどうなってんだこれ。いや本当にやばいって。Hey, what's up, champion? Japanese. Hello, Japan. And はいどうも横澤チャンネルをご覧の皆様こんにちは、横澤です。Makes sense。